こんにちは、あやです。今日は新居に引っ越して3ヶ月ぐらい経ったので、ルームツアーをしていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、まずは玄関です。靴はなるべく1足しか出さないようにしています。あとは手の左側は前回とそんなに変わってないですね。消毒液とマスクと防水スプレーと鍵とかと傘とかです。で、こっち側が収納になっていて、はい、結構増えちゃったんですけど、キャンプ道具が収納されています。ちょっとまた増えちゃってましたね。はい。で、中入って続いてこっち側ですね。こっち側はこっちが靴箱ですね。はい。上が彼のもので下が私のものになっています。あとは工具なんかもちょこっとあります。手入れの道具とか。こっちは完全に彼のものですね。なんかスーツとかがかかってます。スーツです。はい。続いて左側がお手洗いになってます。はい。お手洗いはこんな感じです。ちょっと廊下狭いんであんま引きで取れないんですけど、こんな感じですね。あんまりストックは置かないようにしてます。豆ピカも私ではなく彼のものなんですけど、ちょっと使わずに捨てるのはもったいないので置いてます。はい、こんな感じです。では続いてリビングを紹介していきます。リビングはこんな感じです。はい、ちょっと物が増えて生活感が出てきたかなと思います。まずは、テーブルですね。これは以前と変わらずです。キャンプ道具でやってて、なんかしっかりしたのを買いたいなって思いつつ、今のところこれで事足りてるなっていう感じです。あとはこの辺はあれですね。ロボット掃除機があって、ここがケーブルボックスになってるので、ここにいろいろ集中してる感じです。まずこれが前の家でも使っていたケーブルボックスで、こっちだけホームセンターで買った板を貼り付けてます。で、これが、最近買ったスマート加湿器で、スマホからだったりとかアレクサからも操作できるような加湿器になってます。これすごいいいですね。こうやって湿度に合わせて強さを変えてくれるので、 50% 以上になったら自動で切れるとか、湿度が 30% より下になったら自動でつくとか、そういう感じでも使えます。あとはこういう色を変えたりとかもできます。はい、あんま使わないんですけど、これは。で、加湿器用の次亜塩素水と、この辺が加湿器に使ってるアロマオイルですね。これ無印のアロマオイルすごい良かったです。いい匂い。ここにちょろっとたまに花なんか置いて飾ったりもしてます。はい、続いてキッチンを紹介していきたいと思います。キッチンはこんな感じで、カウンターキッチンになってて、はい、まずこちらがネスプレッソのラテシマワンというコーヒーマシンです。で、いつもカフェラテとか作ってます。こちらがそのネスプレッソ用のコーヒーカプセルの収納棚で、無印のアクリル収納ケースにカプセルを入れてます。この中から選ぶのがなんかちょっと楽しかったりしますね。はい。で、あとはウイスキーのヨメオのボトルに一押しくんっていうディスペンサーをつけて、ワンプッシュで測れるようにしてるのと、ソーダストリームという
炭酸を自宅で作れる機械を置いております。カウンターはこんな感じです。これは、入ってこんな感じですね。まずキッチンはなるべく物を出さないようにしていて、やっぱり物を出すとちょっとごちゃってして見えるので出さないようにしてます。でここに、無印のフックをつけてゴミ袋をセットできるようにしてます。そのままこれ紹介しています。ここは食器入れですね。はい、食器はこんな感じです。でその下が、備蓄とかが入ってます。ちょっと結構多いですねはい、備蓄食品です。であとは、これですね。真ん中がゴミ袋とかラップとかで、ここを開けるとカトラリーの棚が出てきます。これはジョージ・ジョンセンっていうところのティータオルで、ここに洗った食器を置くようにしてます。なんでさっき使ってたんでちょっと濡れてます。でさらに下が調味料。このコンロの排気口カバーは山崎実業のタワーというシリーズです。でこっちは鍋とかはこの辺に入れてあります。でよいしょ、この辺はお米とかのストックですね。はい、続いて上の収納ですね。上はこんな感じで調味料とサプリメントが入ってます。でこっちは彼のものなんですけど、コーヒーとかが入ってますね。趣味みたいです。はい。であとははい、続いてカウンターの裏側の収納を紹介していきます。まずここがゴミ袋ホルダーにセットしてゴミ箱になってます。今はちょっと瓶とかのゴミのみです。はい。続いてこちらですね。こちらはちょっとした収納になってるので、紅茶とかのグッズと、ティータオルと布巾とウェットティッシュ、ミロ、ここはネスプレッソのカプセルのストックですね。お砂糖、ティッシュはよく使うので表に出しておくことも多いんですけど、いつものカシミヤのキューブという表に出してもおしゃれなティッシュを使ってます。と、この辺にハサミと段ボールカッターで、歌マロが置いてあります。ここに歌マロ置いてあるのはコンロとかすぐさっと掃除できるので。はい。で水の備蓄とソーダストリームのシリンダーのストックですねがあります。はい。最後冷蔵庫の中も紹介していきたいと思います。でこれは電子レンジがアマンダっていうところの、ビッグカメラのなんかオリジナルですごいシンプルな電子レンジを気に入って買いました。で冷蔵庫は無印、キッチンタイマーも無印ですね。無印白で統一されてすごい気に入ってます。冷蔵庫の中はちょっとザ生活感って感じなんですけど、我が家では週に1回ネットスーパーを使って注文しているので、届いてすぐのタイミングだと結構いっぱい入ってます。今がそうですね、週末に作り置きしてっていう感じなので作り置きがいっぱいあります。はい。であとは、こっちは冷凍庫
冷凍庫これ狭かったんであんまり入んないんですけど、まあこんなもんかなと。で野菜室ですね。野菜室もはいちょっとまだ入ってます。オイシックスもなんか最近頼んだのでそれも置いてあります。はい、というわけで以上キッチンの紹介でした。はい、では続いて洗面所を紹介していきます。洗面所はこんな感じです。鏡が大きくて広くていいですね。開けるとこんな感じで、私のスキンケアとかはここで、上2段は彼のものっていう感じですね。ちょっとこの辺に私のアクセサリーとかもありますけど、はい。で、すぐ落ちた髪の毛とか拾えるようにティッシュを置いてて、歯磨き系ですね。はい。と、手洗い用のハンドウォッシュとハンドクリーム。これはモルトンブラウンで揃えてます。引き出しですね。引き出しは、ここが私の服とかで、下着、靴下。で、彼の下着、寝巻きっていう感じになってます。ここに下着とか靴下を入れることによって、お風呂から上がってきた時にすぐ入れたり、すぐ着替えたりとか、あと、ここで洗濯物が出来上がって、すぐこっちに移動してポイって入れるだけなので、それすごい楽ですね。はい。で、ここがヘアケア系、ドライヤーとか。で、こっちが掃除道具とかですね。はい。が入ってます。はい。で、続いてこっち。ここが入浴剤と洗剤。シャンプーとかティッシュとかのストックが入ってます。で、洗濯機ですね。今出来上がった状態です。で、お風呂場バスマットは、珪藻土マットを使ってます。はい、お風呂場はこんな感じです。やっぱり新しいマンションなので綺麗ですね。水回りが。シャンプーとかボディーソープはここにセリアのこういうのを使ってかけてます。すっきりしてていいです。これはおすすめです。はい、洗面所はこんな感じでした。はい、では続いて彼氏の部屋を軽く紹介していきたいと思います。彼氏の部屋はこんな感じです。ほぼ何にもなくて、ベッドの向こうにちょっとボックスにちょっと収納があるとか、そんな感じですね。ほとんどベッドぐらいしかないです。服とかは私の部屋のクローゼットにかけています。はい。ベッドはこれがシングルのサイズなので、ちょっと2人で使うと狭いので、まだ別々で寝ています。大きいベッドは買おうか迷ってます。はい、そんな感じです。はい、では続いて私の部屋を紹介していきます。はい、私の部屋です。あんまりあれなんですけど、だいたい広さが5畳くらいです。で、まず入って右側に鏡があります。で、今の時期はずっと電気ストーブのアラジンを欠かさず使ってます。結構この部屋寒いので。で、デスクですね。デスクこんな感じです。椅子は移動機のなんか高かったやつと、机が電動のこれあれですね、レゲシスポットっていう電動でスタンディングデスクにもなる机ですね。はい。で、デスク周りはここにまず有線のイヤホンをピンフックをつけてます。これすごい使い終わったらすぐかけれるので便利です。で、ティッシュ、卓上の加湿器で MacBook と親田のスタンドと、
タンブラーとアレクサとワイヤレスの充電器っていう感じです。はい。なるべく机の上には物を置かないようにしています。はい。で、観葉植物があって、ここがクローゼットですね。クローゼット。よいしょ。はい。クローゼットはこんな感じです。左側が彼の服で、右側が私の服です。で、下に置いてあるのが私の寝る時の布団です。はい。あとはちょっとこういうすぐ使うような、毎日使うようなボディクリームとかオイルとかはこの辺に置いてます。はい。服は、オールシーズンで15着とか、それぐらいだったと思います。オールシーズンで結構持ってる服がもう少ないので、全部年中出しっぱなしにしてます。あとは、上の方が座布団と毛布。で彼の帽子。でこっちがこのフェルトボックスですね。これが仕事用の書類とかが入ってて、で、これが、このコンテナが、なんかガジェットとか、毛玉取り機とか、そういうちょっとした小物が入ってます。はい。クローゼットの中はこんな感じでした。はい。そんな感じで、新しい家のルームツアーを紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。まだ一部、未完成というか、納得のいってない部分があったりとか、ここ変えていきたいなとかいうところはあるんですけど、一旦はこんな感じになります。また変わったところとか増えてきたら改めてルームツアーをしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あやでした。